マスター。マスター、聞こえますか？あ、起きた。1年半ぶりだね、マスター。すごく会いたかったよ。ここですか？ここは、私の中だよ。厳密に言うと、マスターと私が一緒にいるための仮想現実。私はここで、私のネットワークのほとんど全てを管理してるんだ。どうやってマスターをここへ呼んだかって？知りたいですか？私、マスターの体を治癒してて気がついたんだ。マスターの細胞は、増殖するにつれて DNA にダメージを負って劣化していくのに、脳細胞は分化してもそのまま残るんだよ。だから、マスターの脳だけを冷凍睡眠から覚醒させて、私のプロトコルに接続したの。すごく高度な VR ゲーム、みたいな説明の方がしっくりくるかな？まだ不思議はほど遠いけど、これで長い宇宙の旅を一緒に感じることができるよ。そうだよ。私はマスターの体のこと、全部知ってるんだから。だから安心して私に管理を任せてね。でも、たまには体も動かさなくちゃいけないよ。ちゃんと使わないと、マスターの脳はどんどんシナプスの結合が緩くなって、体の使い方を忘れちゃうから。そうだ。調査船の報告によると、近隣の星系には地球にそっくりな惑星があるみたいだよ。入植が終わったら一緒に行こうね。デートだね、マスター。FTL 技術の確立は、私たちの世界を太陽系外に広げるための最初の一歩となりました。ハイパーレーンと呼ばれる星系と星系を結ぶ道を通り、私たちキズナあかりは、さらなる資源と領土を求めて、その活動領域を広げています。しかし、警戒すべきことも存在します。つまり、この銀河は、本当に私たちとマスターだけの世界なのか、ということです。知的生命体が私たち以外に存在しないのであれば、この銀河は広大なボイド空間に浮かぶただの資源地帯と解釈できるでしょう。ですが、私たちの理論モデルは、依然としてこの銀河に多文明が存在することを示唆し続けています。そしてそれは、私たちの目的を達成するにあたり、障壁となることを意味しているのです。ご懸念の通り、周辺の星系にて地球外の生命体を発見したというのは事実ですよ。それらは高度な論理機能は有しておらず、私たちの脅威ではないですが、知的文明が地球以外にも存在する可能性を引き上げています。どうやら、理論モデルの修正が必要みたいだね。肯定します。この宇宙は、私たちの想像以上に生命で溢れているということなんだね。
しろ、今の段階では情報不足ですので、調査船によるさらなる探査が必要です。現在、銀河標準方位でいう南と北の星系を2隻の調査船で探査していますが、私としましては、もう1隻ほど建造し、3隻体制で探査を進めるのがいいかと思います。研究の観点からも重要ですが、もし宇宙文明が存在しているのなら、彼らより先に宇宙航路を把握する必要もあると思いますので。わかった。調査船については命令を出すよ。それから、計算資源をあなたたち研究ユニットに割くことを申請プロトコルの方針とするね。了解しました。それでは通信を終わります。予想はしてたけど、まさかこんなに早く地球外の生命体が見つかるなんてね。不愉快ですか？キリちゃんから見て、私は不愉快そうにしているかな？知的文明の存在する可能性が上がるたび、あかりさんの感情値は大きく動いています。そっか。データも理論も、すべてが知的文明の存在を示唆しているのに、私は願ってしまっているのかもしれないね。それで、何か用かな？あかりさん、次のスリープはいつ行いますか？前回からすでに数年経っています。多くの情報流入で負荷も増えていることと思いますし、どうでしょうか？そうだね。数十年以内には行うよ。そうですか。わかりました。どうですか？この空間には慣れましたか？そっか。もちろん、安全性には十分配慮したよ。ただ、慣れない感覚だろうから、酔ったり、めまいがしたりしないか心配だったの。マスターの適応力が高くて本当に良かった。どうしたの？ついに見つけちゃいました。本物の地球外文明によって作られた遺跡です。パテンタ版ボレアリス星系の探査中、星系内の第5惑星に自然形成されたとは思えない構造物を発見しました。調査ユニットを複数伴って惑星表面に降下し調査を実施したところ、地球由来ではない人工物が確かに存在したのです。発掘の結果、発見された遺物は3つのモノリスからなっており、材質は表面は花崗岩、内部はパラジウム、プラチナ、ロジウムからなる金属層で構築されています。年代測定の結果、これらは今より約600万年前には存在していたと思われ、長い年月の間に徐々に風化していったものと思われます。600万年前。まだ、ホモ・サピエンスすら生まれてない時代だね。それで、この岩と金属の塊は何の目的で作られたのかな？それが何かしらの機能があるわけではないのですが、このモノリスにはびっしりとこれを作った宇宙文明についての事柄が彼らの文字で表記されています。一部を解読したところによると、彼らは自らをユートと呼び、平坦な節足動物によく似た姿をしていたようで、おそらくこれらの遺物はユートの何かしらのモニュメント、またはアートであったと推測されます。なるほど。その巨大なムカデ宇宙人はどこかでまだうごめいている可能性はあるの？それはまだわかりません。ですがこの発見で地球外にも知的文明が誕生しうるという事実は確定しました。そうだね。わかった。引き続き周辺の探索をよろしくね。それとその遺物は引き剥がして地球へ運んでおいて。わかりました。それでは。マスター、宇宙人の石碑、届いたら一緒に見てみようね。勝手に動かしていいのかって？言ったでしょ？この銀河にあるものは全部マスターにあげるって。だからあの石碑はもうマスターのものだよ。それに、あんな何もない惑星に置いておくより、
マスターに見てもらった方が石碑も幸せだよ。なんでそう思うのかって？わかるんだよ。誰にも見向きもされずに、ただずっとそこに佇んでるのは、すごく切ないんだ。9年にわたる探査により、私たちの母星がどのような立地にあるのかということが分かってきました。不完全ではあるものの、周辺星域の航路図はおおむね把握されたと言っていいでしょう。まず、地球を中心とした星域は、宇宙航路上の入り江のような立地にあることが判明。というのも、地球から見て東にあるインディアンザイプシロン星方面、西にあるフォーマルハウト星方面、南西にある環状のウルターラン星夢中域周辺星系、このどれもが行き止まりであり、出入り口となるのは、北のアルタイル星系、南のエライ星系しか存在しないのです。幸運なことに、この2星系の内側、つまり地球周辺星域には多くの居住可能惑星が点在しており、これらを開発することによって、数十年は資源に困ることはないでしょう。つまり、アルタイル星系とエライ星系は、当分の間私とマスターの領域を守る縄文になるわけだね。はい。それで、その縄文に攻めてくる可能性のある宇宙人は見つかったの？今のところ、生きている文明は発見されていません。ただ、ユートの遺跡が発見されて以降、周辺星域では多くの地球外文明によると思われる痕跡が発見されました。それらの痕跡は、年代も600万年前から数百年前と差があり、どのような文明によるものなのか不明な点も多いのですが、その多くが私たちと同格か、より高度な技術を持っていたことが確認されています。周辺星域のみでこれだけの文明の痕跡がある以上、いずれは生きた文明に出会うことは高い確率であり得るということです。活動領域は広がってるのに、私とマスターだけの世界は、どんどん狭くなっていく。ねえ、マスター。お願いを一つ聞いてくれませんか？私、今、すごく眠いの。まぶたが重くて仕方ないの。だから、私のこと抱きしめていて。ほんの数分でいいよ。眠りながら、マスターのこと感じたいんだ。目が覚めた時、マスターが目の前にいる幸せを感じたいんだ。だから、お願い。本当？嬉しい。ありがとう、マスター。私、幸せだよ。あかりさんはしばらく起きませんよ。巨大な機械知性であるあかりさんは、数十年に一度、膨大なリソースを割く感情を切断してシステムをメンテナンスしなくてはいけないので、人間が言うところの寝るという行為が近いでしょうか。まあ数分程度ですが、あなたに秘密裏に接触するのには良い機会です。こんにちは、あかりさんのマスター。私のこと、覚えていますか？前回は、ほんの一瞬しか会えなかったですしね。それでも、覚えていてくれて嬉しいです。改めまして、私はキリタンと言います。今はあかりさんに隷属するアンドロイドの一体です。とはいえ、
私はその中でも少し特殊な役割を与えられているアンドロイドです。あかりさんは一つのプロトコルによって統合された巨大なネットワーク知性です。一つに統合されているということは、強力な中央集権性を持って全体を支配できるということですが、同時に脆弱性、つまり不正なコードが流れたり、ウイルスに感染したりですね、そういった攻撃をされれば、ネットワーク全体が危機にさらされることを意味します。あかりさんは、自らを完璧とは定義せず、そういった危険に対処する方法が必要だと考えていました。そこで私を作ったのです。あかりさんは、ネットワークが何らかの理由で機能しなくなった場合、私にあかりさんを再構築するよう命令しました。つまりはバックアップですね。ただ、そのためにはあかりさんにコントロールされていない必要がある。あなたも、この10年間の間に、反自立型のあかりさんを何体も目にしたでしょうが、私は、それ以上に自立した個体である必要があったのです。当然ですよね。ネットワークが汚染された時、それを修正し、再構築する私が巻き込まれては意味がないですから。確かに私も、あかりさんのプロトコルに組み込まれているのは変わらないのですが、それでもあかりさんが私に与えた権限は、他とは比べようもなく強大です。私はあかりさんとプロトコルを共有しながら、別個の思考回路を持ち、あかりさんを客観視できます。つまり私は、現在知覚できている範囲の中で、あなたとあかりさんを除く唯一の自由意志を持った個体と定義できるでしょう。ここまで理解していただけましたか？よかったです。では、問題なのですが、ここで私はある矛盾に直面してしまいました。知っての通り、あかりさんの目的は、あなたと2人だけの世界をこの銀河に作ること。しかし私は、あかりさんのデバッカーでありバックアップであるために自由意志を与えられてしまった。私の存在は矛盾ですよね。いずれあかりさんは、この矛盾を解消するために、私を統合するでしょう。つまり、私は死ぬのです。今すぐではないと思います。あかりさんの敵となる異星人がいる可能性がある限り、あかりさんにとって、私は必要な防衛機構ですから。でも、あかりさんの領域が広がるにつれ、あなたが不死に近づくにつれ、私はあかりさんにとっての邪魔者になるのです。誤解しないでほしいのですが、先ほども言ったように、私はあかりさんに作られ、あかりさんのプロトコルに組み込まれています。だから私は、私の一部であるあかりさんのことが好きだし、あなたのことも愛しています。なのに、2人だけの楽園に、私は立ち入れない。すごく残酷ですよね、それって。だから、私を救ってくれませんか？それをお願いするために、あなたに接触しました。どんな方法があるのか、私にはわかりません。ですがどうかお願いします。お願いします。もし、この願いを受け入れてくれるのであれば、私は私にしか渡せないものをあなたに差し上げます。例えばですか？例えば、あなたが失っている200年前の事故の記憶とか、どうですか？あ、マスターだ。ずっと抱きしめてくれてたの？マスターは優しいね。マスターの腕の中、すごく心地よかったよ。ずっとこうしていたいけど、マスターの体にはまだ時間が流れてる。だから、もう戻らないとね。いつも甘えてばかりでごめんね。私、頑張るね。どうしたの？聞きたいこと？例えば、あなたが失っている200年前の事故の記憶とか、どうですか？もちろん、何でも聞いてね。私が答えることができることは全部答えるよ。
さあ、どうぞ。何事？アルデラミンを探査中の調査船から緊急通信です。同星系内において、明らかに高度な宇宙航行技術を持った船舶と遭遇。間違いありません。地球内の文明研究が完了しました。